いらっしゃいませ。This is です。今回のテーマは良い音楽とは何かという、正面からのやつです。で、最初に2つこのチャンネル This is の鉄則を語らせていただきます。まずですね、音楽で感動するにはでかい音で聴け。これ鉄則その1。もちろんね、静かに流れる音楽はそれでいいんです。それも一つの音楽だし、それも一つの音楽の聴き方だけれども、ただそれでは演奏者の本気は伝わってこないし、伝わってくるわけない。音楽の価値を本当に確認するときはでかい音が必要です。断言します。部屋で大きな音を出せないならヘッドホンやイヤホンで聴いてください。そして第2の鉄則、機材。演奏者の本気を再現できる最低限の機材で聴くことはね、やっぱり音楽を理解する上で必要だと、こちらのチャンネルは視聴させていただく。これ鉄則その2。例えばですね、僕が知っているのは iPhone の付属イヤホン、あんなんで聞いてもね、感動なんてわかるわけない。わかんないですよ、あれは。だからね、何十万円も出す必要はないけれど、出せる人は出してもいいけど、最低でもね、1万2万とか数万円は予算をつけて聞くのは必要なことだと思います。もう数千円の安いスピーカーイヤホンではね、話になりません。ということで、これ今後も繰り返させてもらおうと思っている This is の2大鉄則ということで、ぜひご承知おきのほどよろしくお願いします。で、それをクリアにしたということの前提で、今日の話を進めてまいりましょう。よろしくお願いします。まずね、自分は割とクラシックの古い演奏が好きなんです。ここちょっと矛盾ですよね。機材にこだわれと言いながら、なぜ録音が悪い古いものを好むのかと。話が逆じゃないかと。でもね、録音といえばそりゃそうなんだけど、ただ演奏そのものがね、古いものに多い、いいものが多い感じなんですよ。何がどういうのがいいかっていうとね、僕にとっていい音楽ってなんか自由で本気出してて、表面的な演奏技術ではなくて心の表現としてね、本気の音楽がそこにあるっていうやつですな。でね、なんでそういうのが昔に多いのかっていうとですね、それは僕の考え方なんですけど、要するにですね、大まかな話をすれば、昔はクラシックしか商業音楽がなかったわけですよ、西洋に。ジプシー的なものとかフォークロア的なものはそれぞれ日本でもどこでもあったにしてもさ、商業音楽っていうのはね、クラシックで、昔はジャズもロックもポップスもなかった時代ですからね。でももちろん皆さんご存知の通り、現代はこのジャズやロックやポップスが始まってきたわけですよ。で、ここにね、一種の人材流出が起きたと思うんですよね。だからもう自由で本気出してぶつかっていくぜ音楽にと考える人は、クラシックよりもロックに行っちゃうじゃないですか。で、クラシックに残る人たちっていうのはやっぱりさ、真面目でなんか技術的なことに関してちょっと口うるさいタイプでそういう人たちがクラシックに残っちゃいますよね。そういう当然そういうような流れにはなりますよ。ある意味音程やリズムの厳密に整った演奏という意味では進化していると言えるかもしれませんね。デジタルで録音する時代になってで、そういう整ったものを聞いていると、背筋がピンとなって心地よいとかね、そういうニーズもあるでしょうし、むしろ整ったものに慣れてくると
昔のあまり整っていないクラシック演奏は聞くに耐えないっていうそういう人もね今もう実際多いかもしれません。だから昔はいろんなものを混ぜこぜとして音楽イコールクラシックだけど、今は音楽っていうか真面目な音楽イコールクラシックってなっちゃう。でそれはね否定しないんですけど、もしですよ、もし私たちが一音楽を聴くものとして心を揺さぶられるものを求めた時にね、古いものが多くなってしまう傾向は奥にはあるんですよねだってね、だからもしさジミー・ペイジとかミック・ジャガーがさもっと昔に生まれていたらクラシック音楽をやってたかもしれないしね。でそういうクラシック音楽だったらすごい面白いかもしれないんだけどね。まあそれは人それぞれいろんな好みがあるとは思いますが、自分はそういうところで案外古い音楽、古い演奏好きです。でね、僕は個人的にねお好み焼き理論っていうのを持ってるんですよ。お好み焼きってご存知ですか？海外の人はご存知ないかもしれないんだけど、粉を水で溶いたものにキャベツのみじん切りをたっぷり入れて、でフライパンで焼く、そうでソースつけたりして食べるんですけど、要するにね安い小麦粉でたっぷりでかさ増ししてボリュームをつけて食欲を満たすものだったんですよ。でお母さんが作ったりね、駄菓子屋の横でおばちゃんが言ってたりしてね、そうやって子供たちの食欲を満たすような庶民の食事だったお好み焼きですが、でもだんだんね進化していってね、お好み焼き評論家立派な店舗の専門店とかできてね、こうトッピングを美しく散らしたりしてね、はいどうぞって言ってね何千円とかで出して味わうようなお店も増えてきて、そうなると子どもたちが日常的に食べるものではもうなくなってしまうじゃないですか。マニアックな需要を満たす方向に流れてしてね。でもともと庶民のものだったのがそうやってマニアックにこう高度化されていく、値段の高いものになっていくっていうのは多分ね世の中何でもそういうことがあると思います。例えば小説でもね、昔はもっといろんなごちゃごちゃっとしたのがだんだんなんか難しくなっちゃって一部の人たちだけが楽しむものだったって、でそういうことは何にでもあるんだけど、なんかね僕個人はクラシック音楽に関してそのお好み焼きでいうところの子供たちのおやつだったお好み焼きみたいなね、そういうクラシック音楽を結構知ることができたんですよ。だからね逆にデジタル時代のマニアックさにはついていけないっていう困った現実もなきにしもあらずですが、それはそれとして子供たちのおやつのようにね、みんなが割と感動できるエモーショナルなクラシック音楽演奏っていうのもね探してみれば結構あるんだよっていうことを、これをねぜひシェアしていきたいなと個人的には思うわけです。自分にとっての良い楽の定義の一つだよね。それが全てとは言わないけど一つ定義の一つです。ただねそうは言ってもちょっと例外的な話になるかもしれないんだけど、全ての人にね勧められるわけではないっていうことはね、やはり音楽は音楽ですよ。そういうところはあります。というのは人によってはクラシックに限らずジャズもロックもポップスも歌謡曲もアイドルも全く興味がなくて、そもそも音楽に感動したことなんてただの一度もない
そういう人もね実際にいらっしゃるからね。でそういう人にとってはね、音楽ははっきり言ってただの騒音ですわ。公害ですおい静かにしろと。静寂こそが我がサティスファクション。音なんてテレビがあれば十分っつうね。案外自分の身近にそういう人が一人二人じゃねえんだよなという現実も実際にあるかもしれない。でもそれは仕方がないね。世の中にはもう色がね感じられない方がいらっしゃるように、音楽で表現されているものが感じられない人もいらっしゃるでしょう。それはもう仕方がないです。なんて言ってもね、どうしようもない。ただもしですよ、逆に音楽で表現されていることが分かる素質があって、本当にいいものに接すれば心が動かされて涙を流すことのできるような人が、たまたま情報が少なくていいものを知る機会がないままというのはね、すごくもったいないことだと僕は思うんです。だからそういうところをね、グイグイって押していきたい、押し広げていきたいということでございます。はい、そうやってクラシックを語ってきた今回ですが、最後にリンク紹介させていただく動画は、実はバッハでもベートーベンでもありません。何だと思われます？にゃんと、ここまで話した内容クラシックだったけど、ここはあえてサティスファクションです。知ってますか？満足って意味ですよ。こんなんじゃ満足できないぜがテーマの曲、ローリングストーンズ2013年ライブ。これね信じられます？ボーカルのミック・ジャガーさんはもう70歳超えてますよ。でも声はバリバリだし、サウンドすごいし、会場の聴衆も若者だらけじゃんすか。しかもですよ、これ信じられますか？このツアーの後、途中かな、このライブの後、実は彼の旧知の恋人が自殺されました。自殺で失い、そして彼には新しい恋人ができて、その新しい恋人との間に8人目になる子供を作ったと。しかももちろん今でも現役。ネットにね、2022年の2時間ライブ動画があったんですけど、これミック・ジャガーさん78とか9ですよ。おい。でね、思ったの、僕はね、音楽ってこれでいいんだって。ミスを恐れた安全運転なんてね、ノーサティスファクションです。お前ら本気でぶつかれよと。ここにね、70歳超えたジャガー様が叫んでおりますというオチの動画になっているので、ぜひ。英国グランストーンベリーフェスティバル2013年のライブで、ローリングストーンズ I Can Get No Satisfaction。 はい、久しぶりにね付け加える、こんなわがままチャンネルで誠に恐縮ですが、もしご賛同くださる方がいらっしゃれば遠慮なくグッドボタンを押してください。登録もしてください。誰にもね、君のその行為を妨げる権利はないのです。どうか指がぶっ壊れるまで思う存分グッとしてくださいということで実質でしたっけ。